自分の勉強を兼ねて自転車のブランドやメーカーを研究する動画第4弾。今回はビアンキです。チレステカラーが可愛いイタリアの超有名メーカーね。可愛いだけじゃない、現存最古とも言われる超骨太メーカーです。今日のメニューはこんな感じ。いつも通り基本情報から見てみましょう。ビアンキの正式名称は FIV エドアルド・ビアンキ SPA。 エドアルド・ビアンキはまさに創業者のお名前です。 FIV はFabbrica Italiana Velocipedi。訳すならイタリア自転車製作所でしょうか。 SPA は株式会社みたいなもんです。日本風に言うと株式会社エドアルド・ビアンキイタリア自転車製作所って感じかしらね。本拠地はイタリア北部ロンバルディア州の町トレビーリオ。ミラノから東へ約 30km に位置するビアンキゆかりの地です。ここに組み立て工場と研究開発の拠点を置いています。フレーム製造は例によってアジアでの OEM が中心ですね。創業は圧巻の1885年。140年近い歴史を誇るイタリア自転車産業の象徴ともいえる存在ですが、現在は独立した会社ではなく、スウェーデンのグリマルディインダストリーの子会社のサイクルヨーロッパのそのまた子会社です。また資本関係が複雑そうね。キャノンデールの時もそうだったけど、こういった資本関係は積極的に広報しないからね。親会社のサイクルヨーロッパは多数の自転車ブランドを内包する企業で、これもキャノンデールとドレルやコンの関係に似ています。ここら辺の経緯とかは後で詳しく見ましょうね。ビアンキにしろサイクルヨーロッパにしろ非上場の子会社なので、例によって詳細な規模や売り上げは分かりません。了解誌とか見れれば分かるのかもしれませんけどね。とはいえコンほどの巨大グループではなく、中堅上位って感じで、グループの年間生産台数は100万台前後と思われます。ビアンキはそこのエース的な存在です。商品展開はロードバイクを中心に、グラベル、マウンテンバイク、シティサイクルと一通り網羅しています。日本じゃイメージ薄いけど、e バイク関係にも力を入れていますね。では次の章では創業から現在の体制に至るまでのビアンキの歴史を追ってみましょう。改めて、創業者はエドアルド・ビアンキさん。1885年、彼はわずか20歳の若さで、イタリアはミラノのニローネ通り7番地に小さな工房を設立し、精密機械、医療機器、そして自転車の製造を始めます。ビアンキのロードバイク入門モデル、リア・ニローネ7の名前の由来です。洒落たことするじゃん。当時のイタリア王国は統一後20年ほどで、北部を中心に産業化が急速に進行していました。第二次産業革命ね。ミラノは精密加工や医療器具産業が盛んで、ビアンキの工房もここで発展します。第二次産業革命ではガソリンエンジンや白熱電球などいろいろ実用化されました。巨大な前輪をダイレクト駆動する高速自転車、ペニーファージングもその一つです。ただ、ビアンキが特に注目したのは、その一歩先を行く安全型自転車です。安全型自転車は全部同じくらいのサイズのホイールを持っていて、車体中心付近のクランクで後輪をチェーン駆動する自転車です。要するに普通の自転車ってこと。このタイプの自転車は1870年代末期にイギリスで発明されて、1885年は実用的なモデルが登場し始めていました。ビアンキはこの普通の自転車の最初期に、イタリアでそれを広めた先駆者です。まさにビアンキの歴史は現代的自転車の歴史と共にあると言っても過言ではない。かもしれない。エドアルド・ビアンキさんは若いのにかなり凄腕の技術者だったらしく、その評判は王室にも届くレベルだったみたいです。なんと、創業から10年程度で、イタリア王ウンベルト一世に自転車を献上する機会に恵まれています。そうない？すごいと思います。エドアルド・ビアンキ本人が王妃マルゲリータに自転車の乗り方を教えたというエピソードもあります。
その時の王妃マルゲリータの美しい水色の目がチェレステカラーを生み出したという伝説もありますね。これは嘘くさ。チェレステの真偽不明の伝説の数々は紹介しないから、皆さん知ってるやつをコメントに書き込んでくださいね。ビアンキというと、今は自転車専門のイメージが強いですが、ここからしばらくは多角化の時代となります。エドアルド・ビアンキは1897年頃に独自のエンジンを開発し、自転車の製造技術をもとにオートバイ、そして自動車へ手を広げていきます。現代の企業じゃ考えられないフッカルだけど、当時の成功している企業じゃ割とある流れかもしれません。プジョーなんかもそんな感じです。創業から20年余りが経った1907年には、従業員400人の工場を構える立派な企業になっていました。当時のイタリアではフィアットが国策企業として伸びていく時期だけど、ビアンキもイタリアの重要な工業メーカーとして存在感を放っていたようです。間もなくして1914年には第一次世界大戦が始まりますが、ビアンキは大量の軍用自転車やオートバイ、自動車をイタリア軍に供給します。この時供給した前後にサスペンションを備えた軍用自転車を世界最初のマウンテンバイクと呼ぶ主張もあるようです。一般的に最初のマウンテンバイクと呼ばれているのは、アメリカで山道の下りで遊ぶために作られた自転車なのでだいぶ趣が違うわ。企業が巨大化する一方で、自転車のレースでも存在感を放っていました。初の国際的な勝利を収めたのは少し遡って1899年。その後もロードレースやトラックレースで勝利を重ねます。さて、第一次世界大戦はうまく乗り切って、レース活動でも順風満帆なビアンキですが、1939年には第二次世界大戦が始まり、困難な時代が始まります。第二次世界大戦でもビアンキは様々な物資を軍に供給したようですが、ご存知の通り、イタリアは日本同様敗戦国です。1945年、ヨーロッパで第二次世界大戦が終わった時、ビアンキは深刻な状況に陥っていました。ミラノの工場は空襲でほぼ壊滅、事業の継続そのものが危ぶまれます。イタリアはさっさと降伏してたイメージだけど。確かにイタリアは1943年に降伏していますが、イタリアはドイツの占領下で戦場であり続けたそうです。工場だけでなく、人的な被害も大きかったでしょう。さらに悪いことに終戦間もない1946年には、創業者のエドアルド・ビアンキさんが亡くなってしまいます。当時80歳で経営の一線からは退いていたと思われますが、やはり混乱はあったでしょう。会社は息子のジュゼッテ・ビアンキさんが引き継ぎます。でも、ビアンキは結局、独力では全ての事業を再建することはできませんでした。1955年、ビアンキは自動車部門を切り離します。切り離された自動車部門はフィアットとピレリと共同で、アウトビアンキという企業となり再スタートを切ります。名前こそビアンキですが、ビアンキ本体は初期の段階でアウトビアンキから手を引きました。後にアウトビアンキはフィアットの一ブランドとなり、なんやかんや90年代まで存続することになります。一方でオートバイ部門はビアンキ本体に残り、生産を続けていました。しかし、1960年代後半、日本車の台頭による競争激化でしょうか、オートバイ部門は次第に縮小し、1970年前後には事実上消滅します。このように、イタリアの興行史に輝く乗り物系総合メーカーだったビアンキは、結局自転車専門メーカーになっていったのです。諸行無常。困難な時代でしたが、悪いことばかりではありませんでした。イタリアスポーツ界の英雄、ファースト・コッピはビアンキを借り様々な伝説を作ります。1949年と1952年には世界最高峰のロードレース、ツール・ド・フランスとジロでイタリア両方で優勝を飾り、史上初のダブルツールの偉業を達成します。これはビアンキに勇気を与えたと思います。2025年現在でもダブルツールの達成者はごく少数ですし、複数回の達成者ともなると本当に限られています。
自動車部門とオートバイ部門の分離と衰退の一方で、自転車部門への投資は続いたようで、1970年にはミラノの隣町のトレビーリオに7万5,000平方メートルの工場の設立に至ります。トレビーリオは現在の拠点ね。ただ、この2年後の1972年、ビアンキの創業家はアンジェロ・トラプレッティにビアンキを売却しています。新工場を作ったばかりなのに。そうですね。売却の理由についての資料は見つかりませんでした。ただ、この頃、イタリアは労働運動の高まりや為替不安などで景気が悪かったらしく、設備投資には良いタイミングではなかったのかもしれません。投資の負荷に耐えられなかったのかしらね。ちょっとかわいそうだけど、ビアンキ復活の土台を整えての優待と考えましょう。新オーナーのトラプレッティは同じイタリアの実業家で、すでにキオルダという有力な自転車ブランドを所有していました。しかし、トラプレッティはキオルダよりさらに有力なブランドのビアンキを優先し、ビアンキにキオルダを融合させる形をとったようです。オーナーの変更とキオルダの融合により、ビアンキは結構変容したんじゃないんでしょうか。言うて50年以上前の話だから、みんな変わった後のビアンキしか知らないはずね。トラプレッティは自転車に集中してビアンキを運営します。キオルダがそうであったように、レースにも精力的でした。もともとキオルダで活動していた強豪、フェリーチェ・ジモンディはビアンキの新たな顔になり、華々しい活躍をします。しかし、経営には困難が伴ったようです。70年代、80年代はアジアのメーカーが台頭してきた時期です。最近の文脈でこれを言うと中国か東南アジアですが、この場合は台湾と日本のことです。自転車業界の文字通りの巨人、ジャイアントは1972年に起業、80年代には100万台レベルの製造能力まで成長しています。この頃の台湾メーカーは、まだ自社ブランドが弱かったですが、アメリカブランドなどの製造を請け負う形で欧米に大攻勢をかけます。ブリヂストンや宮田などの日本企業も莫大な量の自転車を輸出していました。日本メーカーの輸出は85年のプラザ合意を境に急激にしぼんでいき、今じゃ見る影もありませんが、その話は別の機会に。とにかく、高コストのメイドインイタリーでは太刀打ちできません。ビアンキに限らず欧州のメーカーは中低価格帯のモデルを OEM にシフトしてしのぎますが、このビジネススタイルの大幅な変化は、それほど大規模とは言えないトラプレッティには荷が重かったかもしれません。資料により多少ずれがあるのですが、ビアンキは80年代に同じイタリアの乗り物メーカー、ピアジオに買収されていきます。ピアジオは当時はベスパとカジレラのところね。現在はアプリリアやモトブッチが有名ですね。何にせよ、多数のブランドを所有している特徴があります。買収時期について、ピアジオの公式ヒストリーを見ると81年にビアンキをグループに迎え入れると書いてあるけど、ビアンキの公式ヒストリーでは91年にピアジオに全株式を取得されるとあるんだよね。詳細な流れがちょっとわからなかったんだけど、段階的に株式を取得みたいな資料もあったから、81年から資本参加が始まって、91年に完全に子会社になったんだと思います。ビアンキも大変だったと思うけど、ピアジオはピアジオで主力のオートバイが日本製オートバイとの競争にさらされてかなり苦しい状態でした。せっかく取得したビアンキにもそれほど投資する余裕はなかったようです。この時期、ロードレースでの活躍や、部分的なマウンテンバイクでの成功はありましたが、自前の生産は縮小し、カーボンにもやや消極的など、保守的な印象を受けます。結局、ピアジオは1997年に経営不振からビアンキを手放します。さて、1997年、ピアジオが手放したビアンキを買い取ったのはスウェーデンのグリマルディ・インダストリーでした。あ、とうとう別の国に。でもグリマルディでのビアンキの扱いは良いと思います。グリマルディさんはスウェーデンの実業家ですが、1990年代にフランス、スウェーデン、デンマークの自転車メーカーを次々に買収して複数の自転車メーカー、
ブランドを束ねる企業を作り上げました。この買収はアジアとの競争にあえぐヨーロッパの中小ブランドの救済的な背景もあったようです。これが現在のビアンキの親会社となるサイクルヨーロッパです。グリマルディの自転車部門を総括する企業がサイクルヨーロッパで、ビアンキはサイクルヨーロッパのエース的な立ち位置となりました。ピアジェオ時代は比較的保守的でしたが、グリマルディは研究開発に積極的な印象です。スペシャリッシマ、オルトレなど現代ビアンキを代表するモデルがこの体制で生み出されました。米国マテリアル、サイエンス社と協力して開発されたカーボンの振動抑制技術、カウンターベイルもこの時代の成果です。カウンターベイルは基本航空機向け技術だけど、自転車へ適用する権利はビアンキが独占的に持っているとのことだわ。具体的にはカーボン積層の間に粘弾性の薄いシートを挟み込んで微振動を吸収するシステムだそうです。実際のアドバンテージは足には判断できませんが、航空機に採用実績があるのは説得力高いですし、少なくとも他社との差別化要素になります。そして現在、ビアンキとサイクルヨーロッパが力を入れているのが E バイクとヨーロッパへの製造回帰です。E バイクは正直興味ないから流すけど、製造回帰の方は2021年の報道によると、トレビーリオ工場に日本円にして60から80億円くらいの投資を行い、カーボンフレーム製造を含む最新鋭の工場を構築するという壮大な計画です。新工場の建屋は2024年に一旦完成していて、すでに最先端の組み立てラインや塗装ラインが稼働しているようです。博物館も併設されているそうですので、イタリアに旅行に行けたら立ち寄りたいですね。フレーム製造についてはまだ、というか EU のカーボンパーツ規制とか雲行き怪しい話もあるのでどうなるか分かりませんが、ぜひ実現してほしいです。なんかここら辺の流れ騎士感あるのよね。過度な OEM 依存から産業の空洞化への危機感やコロナやら戦争での供給リスクに直面して自社工場への回帰を図るってのは最近よくある話ですね。キャノンデールの回でも近年はアメリカやヨーロッパでの製造を強化したいって流れだったものね。現時点でもフレーム製造までは回帰できてないのもビアンキとキャノンデールで同じです。先進国のメーカーはみんな通る道なのかもね。そうだね。やっぱり自分で作るって大事だから、設計だけして他社に作ってもらってたらいつか追い抜かれちゃう。どこかで踏ん張って自社の基盤を再構築することは必要かと思います。というわけでビアンキ140年の歴史をほんの少しですが説明させていただきました。1885年にミラノで始まり、一度は自動車を作るまで成長したけど、その後オーナーが転々とする波乱万丈な歴史でした。さて、皆さんお気づきになったでしょうか？いろいろあったけど、ビアンキは140年間ずっとミラノとそのお隣のトレビーリオで自転車を作り続けています。確かにミラノ、トレビーリオでの自転車事業で一本筋が通ってるわね。2017年のシクロワイヤードさんの本社訪問の記事では、40年間ビアンキに勤めているデザイナーさんが出ていました。このお方はトラプレッティ時代とピアジオ時代の変遷期からサイクルヨーロッパ時代まで経験していることになります。もしかしたらこのデザイナーさんが入社した頃ならエドワルド・ビアンキさんと一緒に仕事をしたことある人も残っていたかもしれませんね。企業は人の集まりですから、そこで働く人々を通してオーナーが変わっても理念や魂が受け継がれてきたでしょう。グリマルディ、サイクルヨーロッパもそれを軽んじていないからこそのトレビーリオ工場の強化かと思います。皆さんもビアンキの自転車を見たときは、その140年の歴史に思いを馳せてみてください。終わりと思ったけど、もうちょっと現在の組織関係を整理しておきましょう。最も上流に位置するのがスウェーデンのグリマルディインダストリーです。こちらはスウェーデンの実業家が起こした持ち株会社で、自分で製造や販売を行うわけではなく、株式を保有することで子会社を束ねる立ち位置です。グリマルディが所持する企業、ブランドを図にしようと思ったけど、そのものが公式にあったので引用します。
本来の組織上はサイクルヨーロッパのさらに下にビアンキがつくはずなのですが、この図ではサイクルヨーロッパと同列に扱われています。いかにビアンキの存在を重要視しているかわかりますね。他にサイクルヨーロッパが所有するブランドはプジョーサイクル、ジタン、クレスセント、モナーク、ヒルデモーストーがあります。ごめん、プジョー以外知らない。だよね。基本的にヨーロッパ北部を主戦場にしていて、シティサイクルや E バイクが中心のようです。日本の支社サイクルヨーロッパジャパンが日本に入れているのもビアンキとプジョーだけのはずです。ちなみにこの図でプジョーサイクルだけは子会社ではなく、サイクルヨーロッパが直接管理するブランドです。さて、口の悪い人は現在のビアンキはサイクルヨーロッパの一部門に過ぎないと言います。まあ見方によっては事実ですが、ビアンキという組織は一貫して存在し続けており、もともとあったビアンキがサイクルヨーロッパのスポーツ部門の主力になったという構図です。別に名前だけの別組織が成り代わっているわけではないので、そこら辺はしっかり認識してほしいです。あと余談だけど、イタリアにビアンキインダストリーって自動販売機の会社があります。ビアンキってイタリアじゃ一般的な姓らしいから、これは何も関係ない会社かと思いきや、70年代から80年代にかけてビアンキのオーナーだったトラプレッティさんの会社です。これは意外。今度こそ終わり。